はい、どうも、てるんです。本日なんですけども、ずっと作ってみたい、食べてみたいと思いつつ、なかなか勇気が出なかったお料理。はい、痛風鍋。もう2、3年ぐらい前からずっと気にはなっていたんですよ。ただ、いや、真面目に痛風になりそうやなと思いまして、なかなか手が出なかったんですよね、これまで。ただ、前回動画でカキフライを、たらふくいただきまして、また、尿酸値熱がまた湧き上がってきまして、無性にプリン体が欲しくなったんですよね。なので、カキっていう食材が、前回と被ってしまいますけども、本日は念願の痛風鍋を作っていこうと思います。というわけで、早速、本日も作っていきましょう。じゃあ、では作っていきましょうか。本日なんですけども、マッシュ痛風鍋ということで、この痛風鍋の発祥のお店、そちらの、写真なんかを拝見したんですけど、本来の痛風鍋って、お鍋にお野菜ぎしっと詰めて、で、その上に生のあん肝、生の柿、生の白子、これをドサッと入れて、はい、完成っていう感じみたいなんですけど、この本家大元のこちらのお店のオマージュじゃないですけど、今結構画像で上がってくるのって、生のあん肝ではなくて、蒸された丸い細い筒状のあん肝。あちらをスライスしてる感じが結構多く見受けられたんですよね。で、僕もそのイメージなんですけど、なんか見た目的にそちらの方が綺麗だなということで、今回ちょっとあん肝の処理といいますか、そちらの方に少し時間を割くかなと思います。で、昨年末から今日までに、もう白子と牡蠣はもうやっちゃってますので、結構動画の内容が重複すると思います。でもってもお分かりの通り、肝だったり白子だったり、そういった内臓系を結構扱いますので、苦手な方はご注意ください。よし、では早速本日も張り切って参りましょう。マッシュで、まず痛風鍋3大食材のうちの一つ、あん肝さんの登場です。まだ袋から出してませんけども、この時点でわかるめちゃくちゃいいあん肝ですね。今回のこちらのあん肝が、北海道は余市産の特上あん肝です。ちなみに余市町が広大な北海道のうち大体この辺りですね。余市結構札幌と近いっちゃ近いですね。で、結構よく出回ってる台湾産であったり、中国産であったり、韓国産、それからスペイン産とか、こういったあん肝も結構安価な値段で美味しく食べられるんですけど、やっぱ国産の北海道にはかなわないですよね。本当に物がいい。どんな感じに仕上がるかすごく楽しみですね。で、まずこちらまだ血なんかがいっぱいついてますので、まずはそちらを真水で洗い流しまして、あ、これ2つと思ったら1個のでかいあん肝なんだ。うお、すごっ。じゃあこちらお水を2回ほど変えながら、表面をきれいさっぱりと。で、まずこちらのあん肝、このツルツルした面と、こっちのカチャカチャした面があるんですけど、まずやっていくことは、ここにバチッと見えてるこちらの血管というか筋、こういったものをきれいにしていく作業ですね。で、大体大きい筋が入っているのが、こっちのカチャカチャした面ですと、ここの部分と、あと逆にこっちの表のツルツルした面の、ここから始まる筋。こういう風に入っている筋。ここのところはもう表に露呈してるんですけど、こっちに入っていってる方の筋は中にグッと入り込んでますので、そこはまたおいおいと。で、あとはこの表面を包んでるこの薄い膜、これを剥がす作業ですね。この表面を包んでるこの薄い膜を外してあげないと、この後形を作って丸めて蒸していくんですけど、この時に1個の塊にならないのでボロボロっと崩れちゃうので、しっかりと薄皮は剥いでいきます。んでもって、今ここに血だまりが見えると思うんですけど、これあん肝本体と薄皮の間に溜まってる血液なので、こういったものも薄皮を取ってあげるとビャッと流れてきますので、この血が臭みの原因ですんでね、あん肝の。ではまずこちらの処理したあん肝を入れていくこちらのお水、こちらから作っていきます。まずはお水、一応氷も冷やしてキンキンに。で、ここにお塩、だいたい 2% くらいの。で、お酒を 2,3 回し程度。これで準備 OK です。まずこちらのあん肝のカチャカチャした部分からちょっとやりやすい向きに変えます。じゃあまずこちらの血管から外していくんですけど、外し方だいたい3種類くらいに分かれます。例えばこういった骨抜きなんかを使ってしっかりとこれを持ってもらってビリビリっとこう取っていくやり方で、もう1種類目がこの筋に合わせてもうあん肝を切り分けていきながら、まるで魚の血合い骨を外すみたいにこうなんていうかこう筋を避けていくやり方で、最後がもうこの状態のまんま包丁なんかを使ってこう透き取っていくやり方。大体こんな感じかなと思います。
どれでもお好みの方法でとは思うんですけど、今回相当大きいあん肝ですんで、どっちみち最後ら辺でこれ多分切り分けると思うんですけど、巻きやすいように。ただせっかくですのでこのままの大きさでいきたいということで、まずはこちらの筋、これを追いかけていって、こんな感じでちょっと身が下がれても大丈夫です。ここもここで美味しいので。触ると明らかにこう硬いなっていう部分があると思いますので、そこを見つけてただ単純にペリペリペリって剥くだけです。個人的にやりやすいなと思うやり方はですね、まずは取っかかりを作りまして、これをこうすいていくというより、包丁を当てながらこういう感じです。なんかこそぎ取るような感じ。なんかこれが一番筋にこう肝の身というか、これがなんかつかずに引けるようなイメージ持ってます、僕。またこっから先もうちょっと続くので、ここでちょっと切り込み入れといて、ちょっと開いてあげるとこの後血抜きがしやすいかなと思います。ここですね、この血管見えますかね。ここを切ってあげると中からこう血が出てきますので。でここからの処理も人によって結構変わってくるんですけど、多分王道はこの段階でお塩をバッと打って、で余計な血ですとか、あと余分な臭みだったりとか、そういったものを一度引っ張り出して、で薄皮を剥いていくっていうやり方が多分一番メジャーなのかなと思うんですけど、あくまで僕はなんですけど、以前動画で拝見したことがある、まず一度この状態でも薄皮を取っちゃって、これがまた気持ちいいんだ。じゃあこちらを裏返して、続いてこちらのツルッツル、こっちが気持ちいいんですよね。では無事こちらの表面のツルツル面も終了で、やっぱさすがあんこうですね。いくら国産とはいえ、やっぱ普通にアニーちゃんはいますね。どうせこの後蒸しますので、特に体に異常はないんですけど、やっぱ見た目にもあまりよろしくないので、もし見つけたらもう取っちゃいましょう。貴重なタンパク源として割り切ってもいいんですけど。すんごい大きいの出た。ちょっと話はそれましたけども、僕が動画で拝見したのは、ここにお塩を振る代わりにもうこれをこちらに入れるっていうやり方で、普通のサイズ感のあん肝であればこれをこのまんまチャポンとつけておけばいいんですけど、ちょっとあまりにも大きすぎるのでちょっと扱いやすくカットで、こちらをこの中にチャポン、こちらもだいたい3等分くらいにカット。ではあとはこちらを冷蔵庫で1時間ほど放置して、余分な血なんかを抜いていきます。であん肝で直接お塩を振るんじゃなくて、このやり方のいいところはもうとにかく楽。後片付けとかもやってる最中がすごく楽ですんで、ぜひねなんかのご参考になればと思います。でこちらの血管たち、こちらも今同じ処理で血抜きというか臭み抜きをしてます。コクがまた美味しいんですよ、湯引きポン酢にすると。はい、というわけで1時間経過。全体的にこうちょっと白っぽくなりましたね。いい感じです。モッシュ。それではここから楽しい巻き巻きタイムですね。ちょっと大きめのラップを引いてもらいまして、こちらのあん肝の水分をよーっと拭き取ってもらった後に、で丁寧なお店とかですとこの段階で半分に開いて、でグーッと押して、さらに血なんかを抜いたりしますよね。ほら意外とあんだけ水にさらしても結構血が出てくるんですよね。またこうやって。ではあとは適当なサイズ感にカットからのラップにセット。じゃああとは全体的に厚みが均等になるようにちょっと微調整しながら。ではあとはこちらを巻いて、結構キュッキュッと詰めながら、あとは両端をくるんで、あとはだんだんと詰めていって、
片側結ぶ。で今こういうとこに見えてる空気の穴、こういったものが最終的に空洞になっちゃうので、一番いいのは竹串なんですけど、もしなければこういったピンセットなんかでもプツプツプツと穴を開けてあげて、そうしたら今一度くるくるくる。でなおかつこの穴がこの後蒸し上げていくときに、このあん肝から臭みを含んだ水分だったりとか油だったりが出てきますので、それの逃げ道になってくれるっていう感じですかね。じゃああとは反対側も結んで、このまんま蒸し上げてもらっても構わないんですけど、より形を安定させるため、熱伝導がいいのでアルミホイル、こちらでくるんであげて、で両脇絞って、なおかつさっきと同じくドリップの逃げ道を作って、これで1個完成。あとはひたすらこれを繰り返すだけですね。よし、できた。最高に頭の悪いあん肝。では今からこちらを蒸し上げていくんですけど、蒸すにあたってこちらからドリップなんかも出ますので、下に1枚かませたい。ただこういったものの上に乗っけちゃうとこの跡がついちゃいそうなので、今回はバットの上に巻きすんで、ここに乗っけて蒸し上げる感じでいこうと思います。で蒸し時間、こちらの細いタイプはだいたい15分から20分で、こちらだいぶ太いので、30分から40分。では沸いてきましたので、はい、いってらっしゃい。そしてこの乾燥する時期にこの蒸しっていいですね。部屋が加湿できる。それではまた数十分後にお会いしましょう。ではこれにて蒸し終わりで、一応完成はしてるんですけど、まだあったかいままだと切りづらいので、一度こちらを冷蔵庫でキンキンに。でこちら冷蔵保存で大体3日4日くらいは保存が効きますので、なおかつこちら冷凍も可能ですので、もし食べきれないなっていう場合は冷凍庫へ、食べるときは前日から冷凍庫から冷蔵庫に移すだけで。よっしゃ、じゃあはい次、では続きまして、はい、白子。こちらが北海道の根室産の白子ですね。で根室なので、このピョンと出てるのが根室半島。今日の食材には北海道味を感じますね。でこちらは冷たい真水で一度ザーッと洗ってありますので、あとはこちらを食べやすいサイズ感にカットするだけで、これも何回言うねんって話ですけど、こういったもぎもぎフルーツみたいにこの筋でつながってますので、この筋をパチンと、この作業がまだ楽しいんだ。でもしこういった感じでぶっとい筋が見えましたら、できるだけこの筋が入らないようにこうやって切ってあげると、より食感がクリーミーになるかなと思います。ではここからが臭み取りの工程ですね。キンキンの冷たいお水に酒を 2,3 回しほどで、ここにお塩。このお酒の力を借りて、白子の持つトリメチルアミンっていう魚の臭み成分、それを飛ばしてもらって、でもってお塩の力を借りて、この後白子が水を吸ってブヨブヨになっちゃうのを防ぐっていう感じです。ではこの中に白子いってらっしゃい。ではこの中でだいたい5分から10分漬けておきましょう。でも漬け込み終わったらもうこの状態でもうお鍋の具材としては使えるんですけど、ちょっと一度今回こちらを白子ポン酢の要領で湯がきます。なので今お鍋に昆布を張って80度くらいまでぬくめて、でここに酒を 2,3 回しほど。じゃあ、あとはこちらを湯がくだけで、湯がきたい理由がですね、白子って湯がくと結構この煮汁白く汚れるんですよね。でこちら湯がくとき白子って火が入りすぎると硬くなっちゃいますんで、白子ポン酢するときも同様、火の通しすぎ厳禁。どんぐらいだろう、だいたい1分くらいでいいのかなと思います。じゃあこれにて茹で上がりで、こちらもまんま白子ポン酢ですので、あとポン酢をかければもう食べられる状態です。でもとりあえず一旦粗熱を取って密閉できる容器にキッチンペーパー、
んで白子、んでペーパー、んで白子。あとは出番が来るまで冷蔵庫で待機。でこちらが先ほどの茹で汁なんですけど、こんな汚れるんですよね。んでもってやっぱりほのかに白子の甘い香りがするんですけど、もうほとんど昆布だしなので、こちらなのでこうやって湯がいたことで白子のエキスが流れ出ちゃってるっていうことはほとんどないのかなと思います。でまたこちら沸騰させますと、結構こんな感じですごいことになってくるんですよね、この泡というかこのアクが。なのでこちらをお鍋の中でアク取りしようとするとまあ大変かなと思いまして、なので今回軽く湯がいてからっていう方法をとってます。では最後のプリン体、再び登場牡蠣。でこれに関しては前回動画と全く同じことをしますので、ちゃちゃちゃっといきますね。まずは冷水でささっと洗いまして、これで超塩ビブリをバイバイ。でもってどうせなら今回前回と違う方法にしようかな。まずはお塩べしで片栗粉わっさーで、僕がずっと思っていたこと、基本ここにお水を加えるんですけど、臭み抜きも考えたらお酒の方がいいんじゃないっていう。じゃあこちらをいつも通り洗ってあげて、でもそっか、どっちみちこれ水ですすぐから意味ないのか。はい、皆さんお酒を使って意味ありませんでした。よし、じゃああとはこちらをすすぎ洗い。これ入れて牡蠣の仕込み終了。全体的に白くツヤっとしましたね。じゃあこちらも出番が来るまで冷蔵庫で待機。それではここからは今回のお鍋に加えていくお野菜たちと、それから薬味、これらの仕込みに入ります。じゃあまずは今回のお野菜たちから。今回はすごくシンプルに白菜、おネギ、ごぼう、この3つで参ります。じゃあまずは白菜、いつも通り縦半分にまずはバスッと。皆さん白菜を購入されるときはこの中心側の黄色いものがいいですよ。時間が経ってくるとだんだんここが緑っぽくなってきますので、新鮮なものはこういった色で。この白菜いいっすね、ギッチギチ。じゃあ芯を外して、あとは白いところと葉っぱで分けて、でいつも通り白いところはそぎ切り。あとこちらの葉っぱはもう適当で、こっちの芯の部分は僕の明日の朝ごはんのお味噌汁。あとはこちらをさっと水洗いするだけ。続いておネギ、ちょっと今回1本は普通のオーソドックスなこのそぎ切りスタイルで作っていって、そぎ切りというか斜め薄切りスタイルでいって、で残りのこの子たちはだいたい3等分くらいにして、でこっちの中心部分たちはもうこのままお鍋の具材に。でこちらの周りの白いところはちょっと太めの白髪ネギっぽくカットして、この切り方だと繊維が残るので、もうこちらささっとだけ火を通して、もう結構生っぽい感じでシャキッといただこうかなと思います。でこちらの青きところももったいないので、こちらを縦半分にカットして、でもって斜めスライス。これは今回薬味として使っていこうと思います。ただここ結構砂が噛んでることが多いので、なおかつオーガニックというか無農薬じゃないと、ここの場所に結構農薬が散布されますんで、しっかりと洗っていきましょう。ではこれでネギの仕込みは終了。でお次ごぼうで、今回の切り方はささがきですね。今回ある程度の存在感を残したいので、ちょっと太めのこのくらいのささがきで
でこの方法めちゃくちゃ飛びますので、こういう風にボールを置いておくこと推奨です。あとは5分ほど水にさらして、はい、ごぼうの仕込み終了。で最後がもみじおろし。まずはちょっとこのひげ根が邪魔なので、まずはこちらを焼き切って、これから大きな火が上がりますからね。で大根に穴を開けて、ヘタと種を除いてこの唐辛子を中に差し込んで、おろしてもみじおろしなんですけど、今ちょっと大量に一味唐辛子が余ってるので、こちらを使って即席もみじおろし。まずはこの皮ごと大根をすりおろしの。でここに思うてる倍の唐辛子。全体を赤く染め上げた後にこの水気を切ると。なんかこの大根おろしの水分を切った後に一味唐辛子を加えるより、一味をなじませた後にこう切った方がなんかちゃんともみじおろし作りました感が出るような気がします。はい、これでもみじおろし完成。ではこれにてお野菜の仕込み終了でございます。では最後、今回の鍋スープで、痛風鍋大きく味噌味と醤油味で分かれるみたいなんですけど、今回僕がチョイスしたのはより具材の味がこう引き立ちやすいようにシンプルな醤油だしで、今回使っていくお出汁は合わせだしではなく、今回の痛風鍋の具材の中から出てくるエキスのうち一番味のメインになるのは牡蠣だと思いますので、その牡蠣と相性のいい昆布だしで、お出汁は今回この昆布しか取らないので、いつも通りしっかりと煮出していきます。いつものやつです。一晩水で戻した昆布を火にかけて、で鍋底に泡が出てきたらここで火加減を最弱に、この70度1時間キープ。煮出し終わりましたらいつものように拾って沸かしてすくって、はい、昆布だし完成。それではこちらの昆布だしをこれから鍋スープにしていきますので、このおだしに加えるものを、はい、せーの、こちらからお醤油みりんで、今回の分量がこちらから20対1対1前後。もうここの濃さに関してはもう皆さんのお好みでっていう感じなんですけど、だいたいおでんのおつゆぐらいが20対1対1くらいです。で今回は特にポン酢なんかも用意しようと思っていないので、僕は今回17対1対1くらいで考えてます。ちょっと濃いめにして、でもって濃い口醤油だけですとちょっと強いので、17対1対1のうち1、これは濃い口と薄口を半々で入れようと思ってます。なのでそれぞれ測って、これで完成と見せかけて、今回湯引きポン酢にしようと思っていたあん肝の筋、こちらの周りまだこんだけあん肝がついてますので、これをはい、裏ごしちゃって、はいバシャー。これ当然のことですけど、すげえアク出る。アクだけお掃除して、これで本当の完成。よし、それでは盛り付けてまいりましょうか。これで痛風鍋セットの出来上がりです。では実食編へゴー。皆さんここまでのご視聴お疲れ様でした。痛風鍋を作って食べてからはるか1ヶ月後の谷崎です。ここからの動画のご視聴にあたりまして、僕からお詫びとご報告がございます。私谷崎、またマイクをやらかしました。具体的に申し上げますと、僕のカメラはこういった形でこのビデオカメラに外付けのガンマイクをセッティングしてあるんですけど、このガンマイクちゃんの、電源が入っておらず、ものすごくちっちゃな音でしか撮影ができてなかったんです。
以前はこのマイクとカメラが繋がってなかったっていうのが原因やったんですけど、今回はですね、こちらのガンマイク、この Type-C の USB で充電しながら撮影ができるんですけど、なぜかこの子、一度この USB を挿すと、この子活動を止めちゃうんですね。一度グリグリっといじってあげるともう一回動き出すっていう、なかなかトリッキーな感じなので、今回サムネイルを撮るときにカメラを移動させたので、その時にこれを外しちゃったんですよね。で、もう一度充電し直して、さあ撮影を始めようってなったら、こちらのガンマイクが活動しておらず、ものすごくちっちゃな音になっちゃったんです。ただ一応音はちっちゃくは取れていたので、それをぐーっと拡大して、なんとか聞こえるくらいまでね、大きくできたんですけど、ちっちゃな音をぐっと上げているので、砂嵐みたいなザーっていう雑音が入っちゃってます。しかも結構がっつりと入っちゃってます。もう普段ならお蔵入り案件なんですけども、今回の余一さんの暗記簿なんかはものすごく立派なものだったので、どうしてもこちらを動画にしたかったんですよね。なので皆さんには大変申し訳ないんですけども、この後は結構ノイズの入った映像が続きます。なので申し訳ないんですけども、一応音量注意ということと、いつもよりもテロップはしっかり入れるようにしてますので、少し音を下げてもらって、テロップなんかと照らし合わせながら、この後の動画をご視聴していただければと思います。大変申し訳ありません。というわけで無事完成。突然出てきましたこちらのサラダですけども、ちょっとごめんなさい、ベジファーストさせてください。まだ僕も自分の体が可愛いので、ちょっとでも尿酸値の上昇を抑えるために。ではまずいただきますをする前に、こちらのせっかく盛り付けたお鍋ですけども、白子だけちょっとのけときます。どうしても白子は火が通り過ぎると硬くなっちゃうので、じゃあ一度白子にご退席いただいて、今回のお出汁注いで、じゃあはい、イグニッションでも煮込み始めつつ、ちょっとモリモリ入れすぎて今閉まらないので、ちょっと傘が下がるまでこのまんまでいってなわけでして、いただきます。たまんないね。私思いっきりネギ入れるの忘れてまして、これは第2回戦で。じゃあ早速ベジファースト。もうさっき普通にコンビニで購入してきたので、特にコメントすることはないんですけど、やっぱサラダって美味しいですよね。一生食べ飽きない。はい、これで準備は整った。で、ここからいよいよこちらの白子とあん肝参りましょう。ではまずあん肝、もみじおろしわしっとつけて、ポン酢吸いまくったわかめも乗っけて、いやそりゃうまいよ。血生臭みであったり、あと生臭みであったり、そういったものもほぼ皆無ですね。まず今回物が良かったですからね、しっかりと血抜きもしたし。で、この子に関してはちょっと日本酒飲みたいので、後でちょっと残しておきます。っていうことで、お次がこちらの白子ポン酢。しっかりとポン酢にくぐらせて、口に入った瞬間に分かるクリーミーさ、そして噛めば噛むほどどんどん甘くなっていく口の中。最高にうまいですね、白子って。じゃあこちらもまた後ほど日本酒と合わせたいので残しておきましょう。じゃあこちらのお鍋もだいぶ沸いてきましたね。ちょっと僕欲張りすぎたのか、多分これ蓋閉まらないので、ちょっとまず先に僕はお野菜いただきますね。でその後で白子を入れてこちらの痛風たちをいただきましょう。よし、じゃあ白菜の葉の部分はもういけそうなので、まずは葉の部分から。一気に変わりましたね。まずごぼうの香りが入って、で白菜の甘さが入って、であん肝のなんて言うんでしょう、オイリーじゃないですけど、なんかこう奥行きが生まれてめちゃくちゃ美味しくなってる。いやビールとよう合う。では牡蠣がいい感じなので、ちょっと先に牡蠣から、でこのブリブリの牡蠣を、いやそりゃうまいわさ。もちろんこのプリンプリンのところ、ここはすごくクリーミーだし、逆にこっちの紐の部分、この外頭膜はもうしっこしこだし、
でもってここの貝柱が美味しいですよね。なんていうかこうキュッキュッとした食感で噛むほどにほとばしる牡蠣ジュース。で最後にたまたま冷蔵庫の中に柚子が余ってたので柚子の皮振りかけてみましたけど、我ながらグッジョブ。結構ヘビー級のあん肝だったり牡蠣だったりそういったものが入ってるお鍋ですけど、柚子のおかげでさっぱり。ではここで満を持して今回一番時間のかかったあん肝、こう一度こう火が入ってぬくもってあん肝が柔らかくポワンポワンになりましたね。これ相当美味しいと思う。伝わります？このポワポワ感。いやそりゃうまいわ。なんていうかもう食感的にはもうほぼ煮こごりみたいな感じですよね。プルプルポワポワ。僕イメージ的にもっともっと油ぎっしゅで口の中油でこうねったりになると思ったんですけど、もちろん味わい的にはすごいヘビー級なんですけど、油くどいかって言われたら油くどくはないかな。ただ尿酸値上がるわっていう味はします。こっちの冷たいあん肝ポン酢ですとめちゃくちゃ日本酒欲しくなりますけど、この痛風鍋だったら日本酒でもビールでも全然どっちでもいいですね。じゃあ白菜の中心部分の白いところ、あそこにも火が通りましたので今ちょうどいい感じ。この完全にはまだ火が通りきってないけど柔らかくなってるこの感じが一番好き。もう最高です。当然ネギも合う。ではこのタイミングでようやく白子が入るスペースが生まれましたので、白子いってらっしゃい。で一気に入れちゃうと硬くなる子も出てきちゃいそうなので、とりあえず今食べる分だけで、こちらもそのまま食べれる状態ですんで、ちょっとだけお出汁を吸わせるような感じにして、でもうはいおいで。というわけでこれでようやくはい3人が揃いましたね。じゃあ白子、今回の牡蠣、あん肝、白子のうち僕は白子が一番好き。白子ってこんな感じになるんだ。僕なんだかんだ今までこういった白子ポン酢か、あと白子の天ぷら、それから焼き白子、このくらいしか僕食べてこなかったんですけど、こういうあったかいお鍋というかこういった感じで作っても白子ってめっちゃうまいんですね。もちろんこの味がはっきりとしてる牡蠣であったり、この濃厚でねっとりとしたあん肝だったり、そういったものもいいけど僕はやっぱ白子かな。そういうところも踏まえまして、もし僕がまた作るのであれば、もちろんこちらもすごく美味しいんですけど、福島県とかあちらの方の地域の漁師飯であるどぶ汁、あん肝をペーストにして、そのペーストを使ってお出汁というかこうお汁を作るっていうどぶ汁。どぶ汁をスープにして、で具材として白子を大量に敷き詰めたいって僕は思います。どぶ汁めっちゃ美味しいんですよね。味噌味なので結構パンチも強いですし、今回僕お醤油ベースにしちゃったので、この中に入ってるあん肝だったり牡蠣とかってすごくパンチの強い食材なので、なんていうか個人的にはちょっとスープが弱いかなって思っちゃいました。お野菜とはすごく合うんですけど。というわけで第1陣終了。まだちょこっとあん肝残してありますけどね。でお鍋の楽しみはこっからですよね。お鍋は第2陣が美味しい。で忘れていた長ネギも加えて、で今回つまに使って余っちゃったわかめも加えて、で牡蠣はもう終わっちゃいまして、あん肝はこの中に入ってるあと4つだけで、白子はまだこんもりありますので白子はまた後ほど。じゃあ蓋をしてちょっと煮込んでいる間にちょっと日本酒でもいただきましょう。今回が信頼のブランド北谷さんの純米大吟醸磨き鉄 50% ですね。
今日は冷やでございます。飲みやす。もうこの組み合わせしか勝たん。もう間違いなくこれを幸せな晩酌って呼ぶんでしょうね。あ、でも白子もうまいな。結論、プリン体はうまい。はい、完成。じゃあお野菜取ってで白子を泳がせて、ぬくもったら、はい、サルベージ。あとは今回のちょっと太めの白髪ネギ、はい、これをさっと茹でて軽くしんなりすればこれで OK。 じゃあこの白子とネギを一緒に僕この食べ方すっごい好きで、なおかつこの食べ方ですと結構火の通るのが時間の遅いネギ、このネギが一瞬で火が入りますもんね。よし、ではこれでラスト白子ですね、ラスト1杯ですね。ここまで食べてきて思ったこと、あん肝は確かにヘビー。でも牡蠣と白子ってそんなに重たくないですね。カッパカパいけちゃう。特に白子かな。よっよっいいよ。でネギもいってらっしゃい。ってなわけでしてラストスパート。ごちそうさまでした。いやー美味しかったねー。いや美味しかった、美味しかったんですけど、個人的にはコスパなんかも考えてもう一回タニヤン作りますかって言われたら多分僕作らないかもしれないです。美味しかったんですけども、ただ食べてる時にも申し上げた通り、あん肝をペーストにして、その味噌なんかで溶いて、そのどぶ汁にして、その中に白子だったりかけだったりそういったものを加えて、ザ・痛風鍋ネクストバージョンみたいなのは作ってみたいなとは思いますけど、っていうところかな。では今回この辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。